栗ときのこの炊き込みご飯を作りました。こんにちは、料理研究家のいかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日は栗ときのこの炊き込みご飯を作りたいと思います。はい、ということで今回は今の旬の食材栗ときのこを使った炊き込みご飯を作っていきます。栗に関しましては生栗を使っていきたいと思います。栗の皮の剥き方なども一緒にご紹介していきます。ところどころポイントがありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。栗、しめじ、舞茸、鶏もも肉、人参、お米、お醤油、みりん、料理酒、だしの素、塩。今回は2合分の炊き込みご飯にしていきたいと思います。まず栗なんですが、今回生栗を使用していきます。この栗の皮むきが面倒な場合は、もうスーパーにね、剥いてある栗も売ってますので、そちらをご利用ください。そしてきのこは今回、しめじと舞茸の2種類入れていきます。このきのこ類はお好みのきのこ類を使ってください。そしてあと鶏もも肉ですね。こちらの鶏もも肉を加えて、鶏の旨味も一緒に入れていきたいと思います。で、あとはシンプルに人参だけなんですけれども、ここにごぼうとか油揚げとかこんにゃくとかね、そのような具材を入れていただいても美味しく召し上がっていただけます。あと味付けはお醤油、みりん、料理酒、そしてだしの素。こちらのだしの素はかつおだしを使っていきます。あとは塩ですね。とてもシンプルな味付けです。ということで早速こちらの材料で作っていきます。はい、それでは作っていきます。まずですね、栗の皮から剥いていきたいと思います。この栗をボウルに入れてください。栗なんですけれども、だいたい 150g から 200g ぐらいがいいかなと思います。こちらはお好みで調整していただいて大丈夫です。はい、そしたらですね、この栗の皮むきなんですが、今この状態で剥こうとするととても硬いです。なので一度こちらをお湯につけて皮の部分を柔らかくしていきたいと思います。ボウルに入れてだいたい40度前後ですね、お風呂ぐらいの温度のお湯を入れます。しっかりね、栗が浸かるように入れてください。そうしましたらこのままだいたい15分つけましょう。今回はね、ぬるま湯でやってるんですが、お水の場合は一晩ぐらいつけてください。ではこのまま置きます。それではですね、栗をお湯に浸している間にお米を洗って、そしてお米もですね、お水に浸していきます。まずこちらの白米を水洗いしてください。はい、そしたらですね、このようにお水に浸して30分ほど置いておきます。そうすることでお米の芯が残らず、とてもふっくらとした美味しい仕上がりになります。ではこのまま浸水させておきます。続いて人参です。人参はまず皮を剥きます。まず薄切りしていきます。だいたい 5mm 幅ぐらいで切っていきましょう。そしたら続いてこちらの人参を細切りにしていきます。だいたいこれも 5mm 幅ぐらいでいいかなと思います。はい、人参はこのように切ってください。続いてしめじです。しめじはですね、この根元の部分を切り落とします。切り落としたら、あとは指でほぐしてください。はい、しめじはこれで OK です。続いて舞茸です。舞茸もね、この根元を少し切り落とします。あとは手でほぐしてください。はい、舞茸はこれで OK です。それでは続いて鶏肉です。鶏肉はもしね、余分な筋とか、あとは脂、そして皮があった場合は取り除いてください。はい、そしてあとは食べやすい大きさに切っていきます。このぐらいにね、少し小さめに切ってください。そしたらですね、こちらの鶏肉には下味をつけていきます。まずね、ボウルに入れます。ここにまずですね、味付けのみりん、そして料理酒を入れます。軽く揉み込みます。で、最初にね、甘みを入れていきます。で、よく馴染んだらここにお醤油を入れます。そして混ぜましょう。で、鶏肉はこのまま使うまで浸しておきます。はい、こちら15分経ちました。そしたら湯切りしてください。はい、OK です。そうするとですね、この鬼皮というんですが、この部分の皮が柔らかくなってとても剥きやすくなります。それではね、皮を剥いていきます。まずですね、ここのザラザラしたお尻の部分ですね、少し切り落とします。
これでもちょっと硬いので手を怪我しないように注意してください。はい、でちょっとねこの黄色い部分が見えるぐらいですね。このぐらい切り落としてください。このね下の部分は渋皮とくっついてて手で剥くのがねちょっと難しくなります。なのでこのように包丁で切り落としてください。それでは残りもね同じようにまずこのお尻の部分を切り落としていきます。はい、全部このようにお尻の部分を切り落としました。では続いて表面の硬い皮、鬼皮という部分を剥いていきます。まずねこの丸くなってる方ですね。ここに包丁の角を引っ掛けて少し切れ込みを入れて、あとはスーッと持ち上げるだけ。こんな感じで剥けます。残りも同じようにちょっとね切れ込みを入れて、あとはスーッと上に持っていくだけ。こんな感じで簡単に剥くことができます。あとはもうこういっぺんにピュッと取っちゃいましょう。はい、こんな感じです。では残りも同じように剥いていきます。はい、このように全部鬼皮を剥きました。そしたら最後にこのね渋皮といってここについてる薄い皮ですね。こちらを剥いていきます。こちらの渋皮を剥く時も指を怪我しないようにだけ十分に注意してください。そしたらですねこのお尻の部分ですね、ここからこの頭に向かって剥いていきます。できるだけ栗の形に沿うように剥いてください。はい、こんな感じです。これで剥いていきます。裏の部分も栗の形に沿って剥いていきます。はい、このように剥いてください。そして剥いた栗なんですが、こちらはですね栗のアクを抜くためにすぐ水に浸してください。あとですねこちら水に浸しておくと変色も防ぐことができます。ではね残りも同じように剥いていきます。はい、栗の皮むきが終わりました。それではこのままだいたい15分ほど水に浸してください。はい、30分経ちました。そしたらこちら水を切ります。はい、水を切りました。それではまずここに調味料を入れていきます。先ほどお肉をつけていた調味料をこのまま入れていきます。お肉をねこういったざるに開けて、そして調味料だけ入れてください。はい、でお肉は一旦このままざるに開けておきます。そしてあとここにお塩、そして顆粒のだしの素を入れます。続いて今度はですね2合目盛りのところまでお水を注ぎ入れます。そして入れたらねよく混ぜましょう。白米の2合目盛りよりもほんの少し下ですね、目盛りの下の部分、このぐらいまでお水を入れてください。そしたら続いて鶏肉を入れていきます。続いてここに舞茸を入れます。しめじも入れます。そして人参も入れます。パラパラパラーっと。はい、そしてね最後栗も入れていきます。はい、こんな感じです。それではこちらを通常炊飯していきます。はい、炊き上がりました。では開けたいと思います。オープン。じゃじゃーん。わー、こんな感じでとても美味しそうに炊き上がってます。それでは混ぜたいと思います。わー、きのこも美味しそうですね。はい、このように栗はホクホクできのこも美味しそうに仕上がってます。それでは器に盛りたいと思います。はい、これで栗ときのこの炊き込みご飯の完成です。このように栗はホクホクで美味しそうに仕上がってます。きのこもたっぷり入ってます。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。いただきます。栗がすっごくホクホクですね。あときのこの旨味も加わってすごく美味しいです。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回の栗ときのこの炊き込みご飯のポイントです。まず栗なんですけれども、今回は生栗を使用しました。この栗に関しましては栗ご飯用のむき栗なども売っているので、そちらを使っていただいても OK です。今回私は生栗を使ったんですけれども、生の栗を剥くときは手を怪我しないようにだけ十分に注意して剥くようにしてください。今回全部包丁でやったんですけれども、こういったね栗剥き器もネットで購入することができます。こちらね栗栗坊主
というねクリーム機器なんですけれども、これを使っていただくとお湯につける必要もないので簡単に剥くことができます。ただこちらを使う時もね手を怪我しないようにだけ注意してください。そして栗の剥き方に関しましては、まず栗自体を40度ぐらい、だいたいお風呂ぐらいの温度に15分ほどつけてください。そうするとですね柔らかくなってとても剥きやすくなります。そして浸し終わったらですね、栗のお尻の丸くてちょっと硬くなってるところを切り落としてください。その後ですね、鬼皮といって表面の硬い皮を剥いて、その後に栗に密着している渋皮という薄い皮を剥くようにしてください。この渋皮を剥く時なんですけれども、お尻の方から栗の形に沿って剥いてみてください。そうすると仕上がりが綺麗になると思います。この時ね、栗自体は硬いので包丁で指を怪我しないようにだけ十分に注意してください。そして剥き終わった栗なんですが、剥き終わったらすぐに水に浸すようにしてください。そしてだいたい15分ほどアク抜きしてください。そうすることでアクが抜けるのと、あとは変色を防ぐことができます。そして今回具材にですね、きのこ2種類と鶏肉と人参を入れました。こちらの具材に関しましてはお好みのものを入れて作ってみてください。そして炊く時のポイントです。まず水を切ったお米を炊飯器に入れて、そして鶏肉をつけておいた調味料だけ加えてください。でその後塩とだしの素を加えて、そして次に2合目盛りよりもほんの少し下ぐらいまでお水を入れてください。お野菜からも水分が出てくるので少なめにしていただくと炊き上がりがちょうどいい硬さになります。全部入れたら一度混ぜていただいて、その後お肉、きのこ、人参、そして最後に栗を乗せてください。あとは通常炊飯するだけなのでとても簡単です。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日は栗ときのこの炊き込みご飯を作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。